こんにちは、月島です。私はトープレの静電容量無接点方式のキーボードリアルフォース R2 モデルの Mac 用日本語配列を約4年半ほど使用してきました。現在 R2 モデルは生産完了となってしまいましたが、新たに R3 モデルとなって販売されていて、先日開封レビューしました。今回は今まで使用してきたこの R2 モデルの長期使用レビューをしていきたいと思います。目次です。本体各部の確認と使用。静電容量無接点方式とは、4年間使用して感じたこと、現行モデル R3 との比較、最後にまとめです。リアルフォースはモデルごとに白と黒のキーキャップがラインナップされています。また、文字の印刷は消化印刷とレーザー印刷のモデルがあります。そして別売りで様々なカラーのキーキャップも販売されています。キーボード上面のシルバー部分はプラスチックです。Mac 用のモデルはキーキャップが白と黒のどちらを選んでも同じシルバーのようです。キーボード本体を横から見ると傾斜がつけられています。キーキャップも各列でそれぞれ異なる傾きになっています。底面の四隅には滑らないようにラバーが設置されていて、しっかりとキーボードをホールドしてくれます。そしてスタンドが装備されています。キーボードに角度をつけられる機能があります。静電容量無接点方式とは、電極が接することなく一定のレベルに近づけば回路が接続されてキーが認識される仕組みです。ただ、電極が接触しないということであり、キーを最後まで押し込めば一定の場所で止まります。静電容量無接点方式のメリットは、他のメカニカル方式やメンブレン方式のキーボードと違い、電極が物理的な接点を持たないために耐久性に優れているということです。以前、Apple 純正のマジックキーボードを使用していた時は、白いキーキャップにつく指による汚れの掃除が必要でした。そのため、リアルフォースを購入しようと検討していた時の私は、汚れが目立たないことを期待して、キーキャップが黒いモデルを選択しました。その結果、指による汚れは目立たなかったものの、キーキャップの横の部分に溜まったホコリが目立ち、また、その隙間から大量のホコリがキーキャップの下に入り込んでいて、掃除がとても大変でした。黒いキーキャップを選択したことで文字がレーザー印刷でした。レーザー印刷の場合はたくさん使用していると文字がだんだん薄くなります。私の場合は4年間使用した結果、コマンド K、S が薄くなり始めました。ちなみにキーキャップが白の場合は消化印刷になります。消化印刷は文字を熱と圧力でキーキャップ表面にインクを浸透させる印刷方法ですので、文字が消えてしまうことはほぼありません。ただ、消化印刷は文字が黒っぽい色になりますので、黒いキーキャップの場合は黒色以外で印刷できるレーザー印刷が採用されているようです。このモデルは APC というスイッチのオン位置を調節する機能がありませんので、それなりに押し込む必要があります。このストロークが必要なために疲労を感じることがありますので、軽いタッチで入力したい場合は、オン位置を設定できる APC 機能付きのモデルを選択するのが良いと思います。プラスチックで少し安っぽい感じがあります。アルミ素材などの方が質感が高くなるような気がしました。キーボード本体の重さが 1.4kg あり、底面にはラバーが貼り付けてあります。今まで使用中にキーボードが動いてしまうことはありませんでした。
有線モデルであることで安定した接続、電池の心配がない、サイズがコンパクトという3つのメリットがあります。その反面、束になった USB ケーブルが机の上にありますので窮屈な印象になります。ただ、有線モデルはケーブルの向きを3方向から選べますので、上手に配置して配線を目立たなくすることも可能だと思います。R2 モデルは USB ケーブルを使用した有線接続のみです。現行の Mac 用 R3 モデルは Bluetooth 接続と USB ケーブルによる2つの接続方式に対応しています。また R3 の Windows モデルには有線モデルがあるようです。R2 モデルの方が R3 モデルより縦幅が約2センチ、横幅が約1センチコンパクトです。ただ、無線の R3 モデルの方がケーブルがないために机がすっきりとした印象を持ちました。この R2 モデルは打鍵音がスタンダードタイプになります。それに対して新しく購入した R3 モデルは静音タイプになります。比較をしてみます。以上のような違いがあります。私は家電量販店で実際に触ってみて、静音モデルよりスタンダードモデルの方がキータッチの感触が良いと感じたので、スタンダードモデルの方を購入しました。打鍵音は若干大きめですが、押し込んだ感じは気持ちがよく、特に不満なく使用してこれました。リアルフォースはやはり良いキーボードだと私は感じています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。